昔々、仕事が終わった若者たちが浜辺でお酒を飲んでいると、海から美しい歌声が聞こえてきました。一体誰が歌っているのだろう。若者たちは船を探しましたが、海に船はありません。でも確かに歌声は海から聞こえてくるのです。なんて美しい歌声なんだ。若者たちはお酒を飲むのも忘れて、その歌声に聞き惚れていました。それから数日後、若者たちが海へ魚を取る網を入れると、大きな魚がかかりました。今日も大漁だな。おい、ちょっと待って。これは魚じゃないぞ。人魚だ。網にかかった人魚を見て、若者たちは驚きました。この海には昔から人魚が住んでいるという伝説があったのです。人魚は本当にいたんだ。わあ、こいつを売れば大儲けができるぞ。若者たちは大喜びです。すると人魚が涙をこぼして言いました。お願いです。どうかこのまま海へ返してください。いや、逃すわけにはいかん。お前ならきっと高く売れるからな。これで俺たちは億万長者だ。人魚は涙を拭くと静かに歌を歌い始めました。その歌声はいつか浜辺で聞いたものと同じものでした。おい、この歌、あれはお前が歌っていたのか。人魚の歌声には人を操る力があります。若者たちは人魚の歌声を聞いて、うっとりと夢を見ているような気持ちになりました。やがて歌い終わると人魚が言いました。もし私を助けてくださるのなら、海の秘密を教えてあげましょう。人魚の歌を聞いて心が穏やかになった若者たちは人魚に言いました。よし、お前を助けてやろう。ありがとうございます。人魚は嬉しそうににっこり笑うと、船から海に飛び込んで言いました。10日後の朝に大津波が村を襲います。できるだけ早く高いところに逃げてください。それを聞いた若者たちは村の長老に人魚の言葉を知らせに行きました。長老、大変です。人魚の話を聞いた長老は大層驚き、深呼吸してからこう言いました。皆の者、荷物をまとめて避難の準備だ。ここらで一番高い山は裏山です。でもあそこは人が歩けるような道はないぞ。あんな獣道、うちのばあちゃんの足じゃとてもじゃないが登れん。どうしたらいいんだ。このままでは村人みんなが大津波に飲み込まれてしまう。若者たちが肩を落としていると長老が言いました。落ち込むのはまだ早い。大津波までまだ10日もあるではないか。村の者みんなが登れるような道を作るのじゃ。獣道しかない裏山に誰もが歩けるような道を作ることになりました。村の若者たちはせっせと道を作りました。それを見ていた隣村の村人が声をかけました。おーい、何をやっとるんじゃ。
若者が人魚から聞いた大津波の話をすると、バカバカしい、人魚なんているはずないだろう。本当なんだ。本当に人魚はいて、朝に大津波が来ると言ったんだ。津波なんて来るわけないだろう。こんなやつらほっといて、さあ行くぞ。村人にバカにされても自分たちの命を守るため、若者たちは必死で道を作りました。そして人魚が予言した前日の朝、ついに裏山の道が完成しました。ああ、皆の者、よく頑張ってくれた。よし、村の者全員で裏山に避難じゃ。若者の村は全員が無事裏山に避難することができました。日が昇る頃、裏山から海を見てみると、津波が迫ってくるのが見えました。隣村の人々は津波に飲まれないよう裏山へと必死で走っています。その日の夜、裏山から村を見ると、もうそこは海でした。人魚が言った通り、誰も見たことがないような大津波が襲ってきましたが、裏山への道を作った若者の村の人々、そしてその道に助けられた隣の村人たち、誰一人死んだ者はいなかったということです。